こんにちは、粟田洋介です。今日は作品の色がわざとらしくなく自然な色合いにするための決まり事についてお話ししたいと思います。ですが、決まり事なんて守る必要はなくて、そんなものはぶち壊してしまうのもアートだと思います。でも色合わせを自然な感じにしたい。そういった場合は参考にしていただいて、どこまでこだわるか、どこまで取り入れるかっていうのは人それぞれの好みでいいと思います。私自身はある程度取り入れているだけです。難しい色の組み合わせってありますよね。例えば反対色を使うとか、ちょっと難しい、下手するとすごくバランスの悪い変な色合わせになってしまうような色の組み合わせですね。そういった色を絶妙に組み合わせていく、そういった楽しみもあります。そういった絵の描き方とは違って、見て落ち着く色合い、自然な色合わせですね。そういった色合わせの作品もまた違った意味で魅力があると思います。例えば同系色っていうのも落ち着いた感じになりますし、こういった同系色の魅力っていうのもありますよね。また暖色系や寒色系、暖かいイメージの色と冷たい感じのイメージの色ですね。暖色系は赤、オレンジ、黄色、またピンクとかも暖色系に入ると思います。そして寒色系は青系、グリーン系、紫系、そういった感じですね。しかしそういったものとはまた別に、今日私がお話ししたいのは光の色に合わせた色の使い方です。例えば日中の太陽の光や白い電気の光の下で見ると、そういったことはあまり関係ないんですが、例えば暗闇で青い電球のライトをつけた場合、その青いライトに照らされた目に見えるものっていうのは青みを帯びた色になります。もしくは普通のオレンジの電球、白いライトに比べると全体的にオレンジっぽい、黄色っぽい色になりますよね。あとは夕日が当たる風景も、もしそれが真っ赤な夕焼けだったら、それに照らされたものは赤が混ざった色になります。そういったことを考えながら絵を描くときに色を作って塗っていくと自然な色合わせになるというわけです。こちらの絵は光が当たっている絵とかっていうわけじゃないんですけど、なんか光がワーンと当たってるようなイメージなんじゃないかと思います。バックグラウンドの真ん中に黄色がさーっとこうやって入ってるんですけど、その隣がグリーンで、なんかじわじわ黄色が広がっているように見えてて、そしてこの猫の色も、この黄色い光が当たっているようにも見えます。三毛猫っぽいんですけど、この三毛猫の色の部分も、この黄色い光が当たっているような色をしていますよね。こちらはほんのりグリーンの光。どこから光が当たってるっていうわけじゃないんですが、この猫全体の色、瞳孔に入っているハイライトの色もこのグリーンにしました。すごく自然な感じの色合いになったと思っています。そしてこの白猫も薄いピンク色をしています。周りがピンクと紫なんですけど、そのお花とかに反射した光がピンク色になっているようなイメージになっていると思います。でも目の色だけちょっとグリーンにしたんですが、そうすることによって目の色を引き立たせました。こちらの絵もそうですね。バックがブルーグレーで、このヒョウ柄の猫の体はグリーングレーって感じ、バックに溶け込んだ感じの色をしています。もしも茶色いヒョウ柄の猫がこういう色になる光の色があったとしたら、その光の色がその背景の色を作っているっていうのもなんか自然な感じがすると思います。でも私はこの絵描くとき光とかそういうの考えてなくて、ただなんとなくマッチするような色に描きました。そしてまたこれも目を引き立たせたかったので、グリーンの中に紫とピンクのハイライトをちょっと入れました。この絵は日中の太陽を浴びていることを想定しているので、全体的が青系で、この猫の色が全然青みを帯びてないんですが、不自然な感じはしないと思います。そしてこちらも同様、日中の光を浴びていることを前提に描いています。体の白い部分に少しブルー系を使っていますが、これは特にブルーの光に当たってこうなってるってことじゃないので、これが黄色系の色だったとしてもおかしくないと思います。この絵もそうですね。ただ明るい光に当たっているって感じがするんじゃないかと思います。夜の光というのは日中の光と違ってナチュラルカラーの光とは違います。この絵はちょっ
と紫がかったブルーの夜空にブルー系の星がたくさん出ています。そして茶色いヒョウ柄の猫の体は青い光に当たった色をしています。こちらの絵は紫の月を背にした茶色い虎猫が描かれていますが、この紫の月に照らされた空もちょっと紫がかっていますし、この虎猫も茶色にやや紫を帯びたような色をしています。そして影が出てるんですけど、こういう低い位置から光が差している場合は影が長くなります。ただこれは絵が途中で切れているので、影も途中で切れています。そして影っていうのは光が遮断されてできたものなので、影は紫にしませんでした。そしてこういう風に光を背にした場合、その物体っていうのは黒っぽくなります。そしてシルエットができるはずなんですが、そこまでリアルにこだわってない絵なので、シルエットは描きませんでした。そしてこの猫も真っ黒じゃなくて、髭とか目はすごく明るいんですが、猫の顔とか縞模様っていうのが見えてることを重視したかった絵なので、そういった現実味のあるような描き方はしませんでした。私の作風はリアルな写実主義とは違います。その形を崩してデザインした非現実的な絵ですね。その絵にリアルな現実的な要素をどれだけ取り入れるかっていうことも絵を作り出すクリエイティブなプロセスの一つです。そしてこの絵なんですが、夕日をバックにシルエットが入っています。バックの光の塊の外側の暗い部分にはみ出ているモチーフの部分にシルエットができるんですね。ただ口がこんなに赤いはずないし、ここの耳の毛とか髭とか鼻とかがこんな風には見えないと思うし、この2つの目も反射して光ってるんじゃなくて、電気のライトみたいに目から光が出てる感じで明るくなっていますよね。でもこれは絵だと思って見るから、大概の人はそういう風に思わないんじゃないかと思います。作品を見る人たちっていうのはいろんなタイプの人たちがいて、全ての人たちに好かれるっていうことはないし、ある人にとってはすごく不自然なものが、また別の人たちからしたらその不自然さが面白くていいと思うかもしれないし、また別の人たちは自然とか不自然とか思わないで、ただいいなと思うかもしれません。こだわりどころっていうのは全ての人たちの反応に合わせるんじゃなくて、自分の感覚でいいんじゃないかと私は思っています。なぜなら自分の感覚っていうのが個性を作るからです。こちらもまた夕日を背にした黒猫の絵です。そしてさっきの絵と共通点もあるんですが、こちらの絵はもっとスッキリしててシルエットも描いていません。そしてさっきの絵は目がライトみたいに光ってたんですが、こっちの方も太陽を背にしたらこんな風な目にはならないんですけど、自らライトみたいに光ってる感じはしませんよね。それは色が暗いのと、この全体の色に溶け込んだ色をしているからです。さっきも言ったように光が後ろから当たってるので、正面からこの光が当たることはないと思うんですが、髭の部分とか鼻の部分にちょっと赤い色を入れて形を出しています。あとこの口がこんな赤いはずがないんですけど、これは写真じゃなくて絵なんです。絵だからできる表現っていうのがあって、なんか絵らしい絵っていうのがなんか面白いなと私は思います。今度は朝日をバックにした絵ですね。これはちょっと地味な感じの色なんですが、朝日をイメージした色です。朝日とか夕日って太陽の赤とかオレンジとかピンクとかそういった色の中に青い空の色が混ざってて、なんか水色っぽい色とかそういう感じの色をイメージしました。そしてさっきも言ったように猫の目はこんなに明るく見えるはずがないんですが、猫の顔が見えてる絵が描きたかったので、現実とは違う風にこういう風に描きましたが、この目の中もこの空と太陽の光に合わせた色を使いました。そしてこれも朝日の絵なんですが、今度はピンクの太陽ですね。長い影ができています。この猫は青いんですが、赤みがかった青を使っています。そして目はブルーグリーンって感じで、ちょっと横に黄緑色を入れて、そこで色の違いをつけてあります。そしてこれは太陽なのか月なのか、いつの時間帯だかっていうのは決めてないんですが、後ろの光の色、周りの色、そして猫の体の色っていうのも光の色に合わせてあります。今回お見せした絵に関しては、私は光の色にこだわりを持って描きました。
ただ最初にお話ししたように、どこまでこだわるか、何にこだわるかっていうことで個性が現れると思っています。一人一人違う。それが素晴らしいことなんじゃないかと私は思います。とことんリアルにこだわる人にとっては、私の作風っていうのは間違いだらけです。でも私自身にとって間違えてもいい部分とちょっとリアルなことも取り入れてみよう。そういった観点もあったりします。そしてさっきお見せした作品はシリーズとして書いているので、そのこだわりの点っていうのが統一しています。でもそうじゃないシリーズっていうのも書いています。学生の時に色彩理論っていう授業がありました。その授業で色彩理論を学んだんですけど、その時の課題が両サイドから違う色の光を当てたことを想定して絵を描くっていうものでした。なんかそんな感じで私もその課題提出してその単位を取ったんですけど、光の当たり方がどうのこうのっていうのは正しい答えと間違えた答えのある絵の描き方なんですよね。そういったことも私は面白くなかったし、その色彩理論っていうのもちゃんと理解はしたんですけど、全然面白いと思えなくて、逆に反発心が生まれました。ちょうどその頃私は色にこだわりを持ち始めて、例えば紫とオレンジとピンクとグリーンとか、そういう色彩理論とかとは違う色の使い方、そういうものにちょうど興味があって、色は好きなんだけど、色彩理論なんて大っ嫌いだって思っていました。そういった知識とかっていうのがなんかすごい自由な表現っていうのを邪魔して身動きが取れなくなった時期とかがあったんですが、今思うと私も随分ひねくれていました。今でも私はそういった知識とかよりも自分で好きなように考えてもっとクリエイティブなことを楽しむ、それが大事だと思ってるんですけど、それは本当人それぞれで、知識や技術を大切にするっていう人たちのことも尊重してるし、何が良くて何が悪いとかじゃなくて、最初にお話ししたどこまでこだわるか、何にこだわるか、そして何をこだわらないか、そういったことが人それぞれ違うので、いろいろな作品が生まれて、そして面白いんじゃないかと思うんです。だから絵なんて好きなように描いたらいいんだと思います。そしてその好きなように描くっていうその描き方っていうのは人それぞれ違くていいんだと思います。なんか同じ意味のことを言葉を変えて言ってるだけってことに気づいたので、今回の動画は以上とさせていただきます。この動画が良かったと思った方はいいねやチャンネル登録、それから動画の感想などもコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。